こんばんは。読んだ本について語る本のひととき。ラジオ感覚でゆっくり聞いていってください。前回もエッセイ本をご紹介したんですけど、最近私エッセイ本が好きになりまして、今回こんな面白いエッセイあったんだってちょっと衝撃を受けたので、こちらの本をご紹介していきたいと思います。今日ご紹介する本は浅井亮さんのゆとりシリーズです。ゆとりと言われてきた世代の浅井さん、その学生生活やバイト、就活、友人との交流や旅、そして社会人生活を綴ったエッセイです。2014年に時をかけるゆとり、2017年に風とともにゆとりぬ、2022年にそして誰もゆとらなくなったの3部出版されています。仕事や家事、そして人との付き合いにちょっと疲れちゃったなという人や、小説が好きなんだけどちょっと今は読むの疲れちゃったなっていう人におすすめしたい本です。もう何も考えずに頭空っぽにして、ただただ無の状態で読んで笑って、なんかわかんないけど元気出たなってなれる、そんな本です。この3冊どの本から読んでもどの章から読んでも楽しめるので、ちょっとずつ読むのもいいと思います。私はエッセイ本を出されていることを知ってはいたんですけど、シリーズだと知らずに、今回2作目の風とともにゆとりぬから読んだんですね。もう冒頭から吹き出しちゃって10ページぐらい読んだところで、1作目も読みたいと思って一旦中断して速攻本屋さんに自転車を飛ばしました。でね、この作品の中でも何回か桜桃子さんの桃の缶詰のエッセイが好きだっておっしゃってるんです。私読んだことなかったので、これも即買いに行ったんですよ。でもどこにも置いてなくて、本屋さんも4軒回って、ブックオフも2軒行ったんですけど、この桃の缶詰だけなくて、他の本も一緒に買ってきたんですけど、なのでもうお家でポチッとしてすぐ購入しました。で、この桃子さんのエッセイはですね、淡々としているのにおかしさがにじみ出てるっていうのがいいですよね。物事や人を冷静に見てるなっていう感じがします。私は健康食品のお店でのアルバイトのお話や、結婚の挨拶から結婚式までのお話が特に好きでした。で、今回ご紹介している浅井さんのエッセイも似たような雰囲気なんですが、もう各章とも最初の1行目からなんかもう面白いなっていう空気感が溢れ出しているんですね。で、桜桃子さんのエッセイが好きな方で、まだ浅井さんの本を読んでないなという方にもぜひおすすめしたい本です。浅井亮さんは現在35歳なんですが、2009年の大学在学中に霧島部活やめるってよで第22回小説すばる新人賞を受賞してデビューして、2013年には何者で男性受賞者としては最年少となる直木賞を受賞されています。初の平成生まれの受賞者なんだそうです。で、先ほどの霧島部活やめるってよと何者の他にも、チア男子や性欲、そしてスターなども聞いたことある名前ばかりですよね。もうこれら執筆された作品はどれもメディアに取り上げられるほどの大人気作品となってます。今回のエッセイは別冊文芸春秋や日本経済新聞プロムナードに掲載されていた分も
載せられていて、読み応えたっぷりとなってます。今回はエピソードが満載で、実際に読んでもらう方が面白いと思うので、ここではどれだけ面白いかを伝えられたらと思います。もうね、想像を超えてくる面白さ、くだらないエッセイが好きだったんだって新しいジャンルを開拓した気がします。もちろんいい意味で、もう全然考えさせられないし、全然ためにならない。でもとにかく面白くて笑えて元気が出るんです。だけどたまに就活とか退職とか小説を書くことについて綴られている場面があって、そういう時にそうかって納得するようないい言葉があるんですね。こんないろいろな出来事に巻き込まれすぎてて、ただクスクス笑っていた中で突然その出てくる言葉が妙に刺さるんですよね。浅井亮さんの小説も読んだんですが、性欲とスター、もうハッとしたり考えさせられたりするんですね。だけどその裏でこんな人だったんだって、そのギャップも今回楽しめました。作家さんなので、もう言葉の表現とかテンポ、間の取り方とか、こんなに内容くだらない感じなのにセンスが光りまくってるんですね。この状況をそんな言葉で表現するんだってね。もう感性が鋭くて、言葉選びや言い回しも絶妙でリアルに想像できるんですよね。シリアスさというか、その場の凍りつくようなヒヤッとした空気感とか無言の空気感、そういうのがより一層面白さを醸し出してるんですよね。このエッセイシリーズでは浅井さん個人の行動もさることながら、友人たちもまた一味違うんですよね。なんか皆さんなんていうの、バイタリティにあふれてて、やるぞっていうポテンシャルがもう違うっていうかで、東京から京都までの自転車の旅で、北海道まで車とテントの旅、仮装して100キロハイク、花火大会を見るためだけのフェリー旅など、もうとにかく何かやろうって言ったら集まってくれる人たちで、ノリのいい人たちなんですね。で、よしやろうって一致団結感とか、この青春の1ページっていう思い出がまたもう眩しいくらいキラキラして見えました。だけどみんなで何か考えれば考えるほど、その計画の穴というか根本的な問題が見えてきたり、もうそもそもが無謀だったり、だんだんみんなこれでいいのっていう空気感になって考えることを放棄しようとしたりするんです。もうそんな時にもうポンと出た一言にがんじがらめになっちゃって、それをどうにかしないとってどんどんおかしな方へ流れていったりするんですね。で、そんな中も浅井さんも必死に考えてて案を出すんですけど、これがもう壊滅的な案で、もうその時はこれ以上にないいい案だって思ってたりするんですけど、もう後からすごい後悔に見舞われるんですね。でももうみんなも意識飛んじゃってる風で、誰も意見する人もいない雰囲気なんですね。もうこの場の破綻した状況とか、どんどん趣旨からかけ離れていく、目的を見失っていく感じがすごくツボでした。私は結婚式の余興の話が好きで、作家の柚木あさこさんとの替え歌とダンス、そして友人の思い出捏造で、新郎との人体交換マジックなど、いくつか結婚式の余興を担当されているんですが、
どれもこれも練習や準備にかける労力が半端なくて、作家としての表現力を注ぎ込んでるんですけど、なんかこうじゃなかった感がどうにも否めないんですね。やると決めた時の決断力と行動力で、下調べとか下準備とか作り込み取り組み方がもう尋常じゃない勢いなんですよ。このエッセイで浅井さんの自分はこう思われてるんじゃないかとか、自分はこんなことしていい人間じゃないんだっていう自己否定というか、自意識過剰な姿が綴られているんですが、だからこそ精神安定のために自分がこう思われたいとか、こんなことをやったっていう自分になりたいという理想に向けた行動が飛び抜けてるんです。こんな話もあって、サイン会でやっぱり浅井さんは一味違うなって言われたくて、過去にいただいた何年分のファンレターをデータ化して、当日来てくださった方の名前と照らし合わせてガチャガチャ横で調べて、あなたのことを覚えてますよ感を出したくて調べて、こんなこと書いてましたよねっておっしゃるんですけど、もうそれがめちゃくちゃ嫌がられてて、なんかかわいそうになりましたもんね。あと好きな俳優さんに喜んでほしくて、みんなとはちょっと違う本当に好きなものを知ってるんだっていうお土産を渡したくて、必死にいっぱい調べて考えたんですね。もう結果それがオクラの置物だったりして、いらんってなるやつ。あとはお偉いさんたちを前にした本の説明会で健康食品の紹介もしちゃったりと、一生懸命だからこそ前のめりになりすぎて空回りして隠しきれないおかしめがもうにじみ出ちゃってるんですよね。これが面白い。このシリーズを通して綴られているのは字とお通じ事情なんですね。これがまたちょっとずつ違う角度から毎回なんかやらかしてて、もうやるぞこの人もやっちゃうよっていう心配と期待が込み上げてくるんです。そしてこのお通じ事情はもう本当にかわいそうなくらいいろんなことを狂わされてて振り回されるんですけど、だんだんと読んでる方ももうそれ危ないよって思いながら、浅井さんってこういう人だからねとなんか受け入れちゃってる自分がいました。もう3作目ともなるとその状況は想像のはるか上を行くんですね。見ている方としてはもう滑稽というか、いやいやちょっと待ってってなるんですけど、もう当の本人たちからしたら本気でいかにこの危機を回避できるかを真剣に考えてて、もうその姿が本気であればあるほど笑いがこみ上げてくるんです。写真がところどころに挿入されているんですけど、その当時の旅行した時とか、もうその写真が文章と合わせて破壊力が増すんですよ。私今までエッセイを読んでこなかったんですが、最近になって面白いエッセイないかなって思い始めて、もう今回この手に取ったのがゆとりシリーズなんですね。もうこんなに面白いエッセイがあるなんてで、もっと早く知ろうとすればよかったなっていう気持ちでいっぱいになりました。そして浅井さんのこれからの本も読みたいし、サイン会にも行きたい。できれば浅井さんがやってくださるならトークイベントも行きたい。そしてもしこの紹介で読んでみようかなと思ってくださった方がいたら、電車や静かな場所での読書は大変危険ですので、お家で読むことをお勧めします。冷ややかな目でね見られてしまうかもしれないので、
ぜひ疲れた時や一息つきたい時、なんか面白いことないかなって思ってる人は読んでみてください。